はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、全地形対応ロックエレメンタル 100% テイムトラップのご紹介です。先日、ロックエレメンタルの ASE 時代の紙トラップを ASA バージョンにカスタマイズしてご紹介させていただきました。今回は2タイプ、低コストバージョンと全地形対応バージョンの2種類ご紹介させていただきます。低コストバージョンは先日のトラップをコストを削減して同じような形で作るタイプ。これでも十分地形に対応できるんですが、後半どんな地形でも対応できる作り方をご紹介させていただきます。どうしてもロックエレメンタル、岩場にいることが多いので、地形が平らなところっていうのはなかなかないものになりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、低コストバージョンのご紹介です。必要素材はこちら。金属土台が2つ、天井が9つ、金属の壁が6つ、そして大砲1つ。あとは必要数の大砲の弾となります。これは大砲を置く場所も含めてになっておりますので、大砲の置く場所、大体で置く場合はもう少し少なく済みます。では、やっていきますね。まず土台を置きます。高さは地形に合わせていただければと思うんですが、低めで大丈夫です。手前に天井が伸ばせる高さであれば大丈夫です。ここに天井を両サイド、そして2個ですね。6エレメンタルがいる側に伸ばします。真ん中は空いてて大丈夫です。次に壁をこちらとこちら。これは別に両扉枠にしててもいいです。次にここは両扉枠で2段。その上に壁で2個置きます。ちなみに壁、両扉枠の左側に合わせれば上に置くことができます。捉える部分は以上です。次に土台の位置どこでもいいんですが、まず土台を置いて天井を3枚伸ばします。間に土台でもいいんですが、地形に合わせていただければと思います。続いて大砲。スナップ外していただいて、だいたい真ん中で大丈夫です。端っこのタイヤのところが端っこに来るようにしていただければ大丈夫です。大砲の角度は5段。一応一番上が6段になっているので、一番上から1個下げるでもいいです。これで角度は合います。作成としては以上となります。ここが土台2つつけてるだけなので、土台2個だけ置ければ、基本的には地形対応もできます。ただし、ここあんま段差つけすぎると、ロックエレメンタルがここに登ってくれなかったりするので、高さが合いづらくなりますので、ご注意いただければと思います。基本的にはこの作りで大体の地形には対応します。もし土台1個しか置けないようであれば、柱で土台判定取っていただければ、それでも OK です。では、まずこれでやってみますね。ではですね、これで、ロックエレメンタル結構走破力あるんで、そこそこの段差は登ってくれます。あとはサバイバーで誘導して、このまま入ってもらいます。今一発ずつなんで、その都度入れて、このまま攻撃でもいいんですが、見やすいように一回解除します。上の壁は石を防御するためのものです。これで、こっち向いている時に打ちます。この動作をすれば当たっていることになります。ちょっと横にずれてますが、しっかりと当たります。石は上の壁がカバーしてくれるので、これで打っていくということになります。石を投げるモーションをしているときは頭に当たらない可能性があるので、落ち着いているときに打ちましょう。
これで眠りましたね。あとはキブル入れといていただければ、キブルは特級キブルになります。ヘイト切れて横に向こうとしても横が抜けれなくなっておりますので、横向いた場合は近寄れば、この壁のこっち側にいればほぼ攻撃当たることないので、ヘイト取っていただいて、もう一回戻るという形で定位置取っていただければいいです。もちろん食事していくので完全に 100% ではないんですが、このように寝た段階では 100% でテイムすることができます。以上です。ではですね、続いては全地形対応バージョンのご紹介です。こっちに関しては本当にどんな場所でも設置はできますので、少しさっきよりはコストが上がるんですが、良ければご利用いただければと思います。必要素材はこちら。柱が2本、セラードア台が1つ、壁を4つ、天井を4つということになります。柱1本と天井に関しては大砲を置く用のスペースになってます。ここに関しては地形に合わせるために柱を1本ぐらいでいいと思うんですが、ちょっと多めに持ってきていただくのと、壁も1つぐらい多めに持ってきておいていただけると対応しやすくなります。そこは後ほどご紹介させていただきます。では作っていきますね。まずは柱を立てます。地形に合わせて高さは調整していただければと思うんですが、極力低い方がいいです。ここだとこれぐらいかな。もうちょっと低くできるかもしれないですが、置けるぐらいで低く置きましょう。次にテラードアを置きます。これに関しては角でもいいんですが、置いていただければいいです。次に壁を置くんですが、この状態だと置けるんですが、注意点として、セラードア開けると真ん中だけ置くっていうことができないので、私なら置けるんですけどね。なので、閉じている状態で置きます。ここは両扉枠です。ここですね、壁にしてしまうと、6エレメンタル入ってきてくれないので、ご注意ください。一旦壁に戻して、上2枚は壁となります。閉じ込める部分はこの状態ですね。次に天井を伸ばしていきます。2枚伸ばすと伸ばせなくなるので、柱を置きます。そして2枚伸ばすと。最後ですね、大砲を置ける場所ギリギリに置いていただければいいです。角度はさっきと一緒ですね。5つ上に上げます。今回は平らなところで作ったんで問題ないんですが、実際ですね、傾斜がある場合は柱をもう1個置く必要が出てくる場合もあるので、多めに持っていただくということになります。誘導、この上歩いてくればいいので、登るための手段はなくてもいいんですが、玉とかをどっか横で受け取るとかする場合は、はしごとかスロープとかも用意しておいた方がいいかと思います。最後、セラードは開けますね。これで完了です。場所としては基本的にこの柱とこの柱が置ければいいので、柱なんでどこでも置けるということになります。ここのスペースは必要になるので、そこ辺は開けていただければと思います。壁が多めになる場合なんですが、さっきとの違いはここが天井がないので、今は平らですが、こういった場所に作った場合でも設置することができます。登れる段差でないと6エレメンタル入ってこないので、そこだけ注意が必要になりますが、極端な話、この状態で置いても設置することはできるんですが、問題はですね、ここの段差で6エレメンタルが来ない場合はあるかもしれないんですが、傾斜とかであれば同じような形でもできます。ただ、6エレメンタルの高さが低くなってしまうので、この場合ですね、頭の位置が3段目のところに来ない可能性があります。1段低くなってしまう可能性ですね。その場合に関しては、1枚多めに持ってきて、ここを塗り替えればいいです。あとは大砲の高さ調整をしていただいて、そこに当たるようにしていただければ問題ないです。もちろん横からも抜けれないので、ただし段差がありすぎるとこの枠から出ようとする可能性はあるので、そこだけちょっとヘイトお気をつけいただければと思います。あ
とは一緒なんですが、一応やりますね。これで誘導していただいて、こっち向いてる間に攻撃するというものになりますね。ここは土台に乗ってないので、高さ的に調整が必要になってくるということになります。できれば、この9マスのところに関しては、ある程度平らなようにしていただければ問題ないかとは思います。場合によっては、うまくヘイトがこっちに向かない場合あるので、近寄ればヘイトこっち来てくれますね。石の攻撃は完全に阻止されるので、これで眠らせるということになります。もちろんダメージ入らないので、このゲーム効果落ちるのは眠らせる段階の一撃さえ防げればいいので、それまでの何回かの弾で位置を調整していただいても問題はないので、ご安心いただければと思います。あともう一つ注意点としては、ロックエレメンタル、石にはダメージ入れれるんですが、鉄にはダメージ入れることができません。ただし、大砲は金属の建材、ダメージ入れれますので、頭に当たらず外すと頭の部分の壁にダメージが入りまして、回収できなくなりますので、ご注意ください。このように眠らした段階では 100% の状態で眠らせることができます。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、全地形対応ロックエレメンタル 100% ゲームトラップのご紹介でした。基本的に低コストバージョンでも大体の地形には対応できますので、少し段差がきついところに関してのみ後半の全地形対応型にしていただければ、山岳地帯、どんな地形でもゲームすることは可能です。さすがにあまり広いところは大砲の位置調整したりとか壁の位置調整したりとかがあるので、極力は箱になる9マスの部分は平らであれば同じ形で作ることもできますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。